2023年2月1日から15日までのサソリ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。2月1日から15日までのサソリ座さんのリーディングを行います。まずこちらにワンドの10が出ております。前回は違うカードから言われていましたが、何かを手放す必要がある。それはあなたが何かを持ちすぎている。今忙しすぎるという場合もあると思うんですけれども、お金と豊かさを生み出す力を持ったとても強いエネルギーがあなたに加わってくるので、できる限り今のそしてこれからのあなたに不要なものというのを手放してくださいって言われています。そして手放すものというのは、今まで抱えすぎていたお仕事、あなたの時間を費やすのが無駄だって思うようなこと、それには人間関係も含まれていると思うんですが、そういったことを手放して、このお金や豊かさを生み出していくことにエネルギーを注いでいく。それでこの時は、物の整理にもとても良い時かなって思うんですけれども、今まであなたにとってガラクタ同然だったようなものがお金を生んでいく。そしてそれがあなたが何かを始めていく資金になっていくとか、この時ビジネスを起こす方もいるかもしれないんですが、今までの努力が実を結んでお金になっていくという感じがするので、その努力の資金源として、このあなたにとって不要になってしまったようなものをお金に変えて、あなたのエネルギー源にしていく。このあなたが取り組んでいることに、もしくは取り組もうとしていることにエネルギーを注いでいく。そしてこの時ビジネスを始めるというのも、一人で始める場合もあれば、お友達と始める方もいるのかなって思ったんですが、こちらにドックスのカードとカップの6が出ております。その場合は、あなたのクリエイティブな能力を活かしてビジネスを始める。もしくは、昔それをしようと思っていたけれども、できなかったというようなことに、お友達と一緒にもしくは一人で再チャレンジをするとか、このビジネスを起こすというのが、ご自身の夢を叶えることにつながっている方もいると思うので、特に小さい頃からの夢。なので、それを応援してくれている人がいる。こちらにオールダーマンのカード、あなたよりも年上の男性と言われていまして、特に小さい頃から知っている方なのかなって思ったので、お父さん、おじさん、おじいさんとか、すでに亡くなられている方もいるかもしれないんですが、その方があなたの新たな挑戦というのを応援してくれている。そしてこのお金の良さというのは、ビジネスを起こすだけではなく、先ほども申し上げたように、あなたが持っているものをお金に換える。あなたのクリエイティブ能力をお金に換える。サソリ座さんですので、アーティストの方多いと思うので、このビジネスを起こすにあたって、ご自身のクリエイティブ能力をフルに活かして、集客などに活かしていくとか、このビジネスが直接クリエイティブなことやアートと関連している方もいると思いますし、小さい頃から得意だったこととか、もともとそれが特技という場合もあると思うので、この時は本業でも副業でも
あなたがもともと持っている才能を生かして、それをお金にしていくというチャンスがある時だと思います。そしてそれを応援してくれる人たちがいる。それでこの手放すものの中に、過去を手放すというのが含まれている方もいると思うんですけれども、こちらに許しと学びというカードが出ておりまして、過去を手放すことによって、過去起きたこと、誰かを許すことによって、心の中の重荷を手放して、あなたの才能をお金にしていく道に入っていく。この誰かに傷つけられたというようなことがきっかけで、その自分を才能を生かせていなかった方がいるのかなって思ったんですけれども、その場合も過去を手放すことによって、この富を得ていく。それぐらい応援してくれる人がいるということでもあり、あなたの才能が誰かに認められるということでお金になっていくんですけれども、その才能が認められるというのも、例えば会社内であなたの才能が認められて、あなたの才能が発揮できるようなプロジェクトを任されて、そして本領を発揮していくとか、このあなたが持っている才能も、そしてその発揮の仕方も、その発揮する環境もそれぞれ違うとは思うんですけれども、過去傷つけられたことが原因で、その力を発揮できていなかった方の場合は、この時それを認めてくれる人、支えてくれる人がいて、そしてあなたもそれを発揮できる準備ができているからこそ、この許しの手放しのタイミングを迎える。こういうのって無理やり許そうとすると、許さないと次に進めないって思ってしまうと、逆に足踏みをしてしまったり、過去に戻ってしまったりするものなんですが、この時は前に進んでいくエネルギーの方が強いので、そしてあなたが持ちすぎているということもあるんですが、いろんな不要なエネルギーを自然と手放せていく。ですが、いくら自然と手放せるとはいえ、自分で意識して手放せるものは、意識して手放した方がスムーズに進んでいくので、この時は物の手放しと無駄なことに使っている時間の見直し、持ちすぎている仕事の見直しなど、自分で意識して見直せることは見直すというのが一番のラッキーアクションかなって思います。このワンドの10には、忍耐と不屈の精神が全てを克服するという意味の言葉が書かれてるんですが、あなたが今まで忍耐強く不屈の精神で乗り越えてきた結果、このとても大きなチャンスをつかんでいく。乗り越えてきたあなただからこそ応援してくれる人が周りにいる。恋愛や人間関係で言うと、この手放しをすることによって、お二人の関係に余裕ができてくる。そしてビジネスを起こす方の場合は、恋人やパートナーの方が手伝ってくれたりとか、もしくは一緒に起業したりとか、そのビジネスを起こすことによって、お二人の仲がより深まっていく。そしてこの時恋愛が始まる場合は、お相手の方と年齢差がある。おそらく男性の方がかなり年上なんじゃないかなって思います。そしてそのお二人の関係というのが、このお金と豊かさを生み出していく。そしてその年上の男性の方がお金持ちという場合もあると思いますし、あとはこのお二人の関係というのがお金を生み出していく。その二人でいることによってお仕事がうまくいくとか、新しいアイデアを思いついて、それがお金を、富を生み出していく。この時は新しくお仕事を始める場合も、ビジネスを起こす場合も、今まで関わってきた人との新しい関係性が始まっていく場合も、それがあなたにお金と富をもたらしていく、とても大きなチャンスをつかむ時ですので、手放せるものは意識して手放して、あなたの才能を生かして、お金と豊かさを手に入れていただきたいなと思いました。それでは2月1日から15日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。